この動画は、以上の提供でお送りいたします。そんな動画にようこそ。日々膨大な数のアニメが春夏秋冬消費される中、当時話題になったあの作品も、気づけば覚えている人を探すばかり。覚えていますか？おっと、背景の色が変わったということは、こいつは番外編ということですな。このシリーズにおける番外編とは、ウプ主が自力で履修したのではなく、人に布教された作品をご紹介する場となっております。なーに、動画化してる時点で手抜きなんぞございませんや。しかも今回は諸事情により、ガチの資料提供を受けて動画化しておりますゆえ。それでは皆様、準備はよろしいか。今回の作品は、世にある異なる生命の営み、虫は、2005年から2006年までに全26話が放送され、2014年に特別編、一つを挟んで虫族ショー、と題した2期目、さらに2015年には特別編、という名目の劇場版アニメが世に出た。合計全50話のテレビアニメシリーズだよ。意外と分量が多いね。でも構成自体は1話完結なので、どこから入ってもあまり困らないよ。両作アニメのおすすめとして上がることも多いので、実際見たことのある人は多いでしょう。98年度アフタヌーン式章は冬の対象作として連載された、漆原由紀先生の漫画が原作であるこのアニメ化は、出版社をして、このスタッフでなければ2期はありえない、と、言わしめるほど、非常に忠実に作られている、日本の美しい原風景と、静かな BGM の合わせ技から、落ち着く、癒される、という人もいるのだが、それは物語の持つ表面上の雰囲気でしかない。本作では、古来の日本で起きる様々な出来事の裏で、奇妙な現象を起こす虫、という存在が関わっている。新造された日本民話とも言える世界観において、アニミズムは決して安らぎだけを与えるものではなく、自然と調和する恐ろしさもあることを教えてくれるんだ。舞台は、西洋文化が流入していない近世風の日本。物語は、作中において、虫が動植物と全く異なる生命を、総称したものだと教える、女の語りから幕を開ける、青々とした緑に囲まれた山に、誰かが分け入ってきた。それは木箱を背負った白髪の男だ。彼の頭上を、ぼんやりと光る少女が通り過ぎていった。枝が揺れる音がしたので、男は猿だろうかと一人落ちて、異様に緑の鮮やかな山の中を進む。彼は、生命を呼ぶ稀な体質の人間に会うため、九段の相手が住むこの山までやってきたのだ。その頃、山奥の家では、少年が手の包帯を解いて踏をしたためていた。少年は左手で筆を取っていたが、そのうち彼の書いた文字が動き出す。鳥、の漢字が、ピヨピヨと命をもって羽ばたき出してしまった。彼は失念していた。もともと文字とは、象形文字が進歩した絵の一種なのだ。急いで他の文字を塗りつぶして、少年は飛んでいる鳥を捕まえに走った。男が目当ての家を見つけると、ピヨピヨと鳴きながら黒い何かが飛んでくる。顔の周りをうろうろするので捕まえてみると、それは炭だった。家から虫取り網を握った少年が出てきたが、後の祭りだ。男は、彼に鎧神羅は君かと尋ねた。少年は、男が虫師の銀庫であると分かった。先ほど、神羅が訪問の断りを書こうとしていた相手だった。神羅はこれまで、虫師による調査の申し入れを全て断っていた。この性質を広めず、できる限り眠らせておくこと、亡くなった祖母が、遺言でそう指示していたからだ。神羅が何かの形をかたどると、昔からどんなものでも生命を持った。それで祖母は、新たな生物を生み出すのは人のしてよい所用ではないと、彼の左手に包帯を巻き、利き手で書くことを禁じたのだった。いつもは右手を使うのだが、指を怪我してしまった結果があれだ。しかし、文字まで動き出すとは神羅も予想してはいなかった。銀庫はさりげなく過去に何の絵が動いたか聞き出そうとしたが、神羅は堅くなに調査に応じなかった。だが、夕暮れ時に山奥から帰れと薄情なことはしない。神羅は人に会うのが久しぶりなので、銀庫に世間話を求めた。
果実酒を酌み交わしながら、日が落ちていくのを眺める。神羅は、4年前に祖母を亡くしてからずっと一人だった。祖母が、この家から出てはいけないと言ったからだ。確かに、里であのようなうっかりをしては平穏に暮らせなかったろう。祖母は懸命で神羅のことを考えてくれていたが、一つだけ気がかりがあった。神羅は幼少期から、一人でいると不思議なものを見る。何かはわからないが楽しかった神羅は、右手で射精をして祖母に見せたものだ。しかし、祖母はそれが不可思議な能力がもたらした、恐ろしい幻覚であると、最後まで信じてはくれなかった。どうしてもこれだけが分かち合えなかったという神羅に、銀子は、これらが虫だからだという。それらは虫と呼ばれてはいるが、昆虫や爬虫類とは違う。動植物どころか、菌類や微生物よりも下等の生命そのもの。これらを、虫、あるいは緑物と呼ぶ。銀子は続けた。それゆえ形や存在が曖昧なので、人間では見えるものと見えないものに分かれるのだと。昔話みたいなあらすじだね。この虫は、あらすじを見ての通り、主人公銀子が虫として、様々な怪異に遭遇する物語だよ。虫という職業は、人には見えづらい原初の生命体、虫の専門家、命ある世界を構成する根源的な領域の理解者であり、虫たちの生態や環境への影響を調査する研究者であり、その知識で人と虫の衝突を解決する仲介役でもある。虫はあまりにも原始的な存在ゆえに、他の生命のような自我を持たない。あまねく世界に様々な虫が存在し、種を絶やさないように繁殖までするけど、あくまで自然のサイクルの一部として生死を繰り返しているんだ。しかし、限りなく自然そのものだからこそ虫を認識できる人間は少ない。なので虫死の数は少なく、虫に関する謎は尽きないんだよね。記録はあっても現地取材で知らない事象を観測、なんてこともよくあるので、虫死は深い知識ととっさの対応力が同時に求められるんだ。しかし、虫がとても多様性のある生命であるように、それを取り扱う虫師もスタンスは様々。主人公の銀子は、いるだけで虫を引き寄せてしまう体質ゆえに、虫の知識を学んで流れの虫師を生業にしている。銀子は子供時代から虫の世界に触れ、多くの虫師を見ているがゆえに、人間と虫、全くあり方の違う生命同士を等価値とみなして共存を目指す。我々視聴者は、彼の視点から様々な人間と自然の関わりを見ることで、銀子の、限りなく中立に近い博愛的自然崇拝の観念を学ぶが、物語が蓄積されていくにつれて、これはかなり例外的な見方だとわかる。なぜなら、いくら虫がただ生きているだけの命といえども、その全てが人間にとって害をなさないとは限らないからだ。天候という自然現象が、台風や日照りという災害を引き起こすように、虫も寄生して繁殖するなど、おびき寄せた人間を利用することもある。最悪の事態になれば、虫の世界に取り込まれて同じものになってしまうんだよね。そのように直接害をなす虫が広まってしまえば、殺して立たなくてはいけない。なので虫師の中には、人間を思えばこそ虫を殺めて立とうとする者もいるし、虫が意志を持たぬ非常に下等な生命であると軽んじて殺める者もいる。一方で、山里に居を構える虫師はより自然の側に立つことがある。というのも、豊かな山には土地全体を統括する山の主が存在するからだ。主とは、いわば自然が選定する土地の管理者。山そのものの化身であり、主の怒りを買うことは山の全てを敵に回すこと。それゆえ、虫師が定住して山の状態を監視し取り仕切っている里もあるんだ。この場合の虫師は、人と自然の両方とコミュニケーションを取る。シャーマンの役割も担っており、里にとって重要な役目となる。主に変調があった場合、その山自体が狂った状態に陥るから、山に入ることを禁ずるなど、里に働きかけなければいけないからね。定住しているか、放浪しているか、集団に属しているか、これだけでも、同じ虫師という職業の性質は変わってくるんだ。さて、虫という異様の存在が息づくこの世界では、社会的な信仰や伝承の源が虫である場合が多い。幽霊、荒人神、千里眼といった眉唾物から、その土地に根付く祖霊信仰や奇妙な風習、未知の病などなど、人々が畏怖や恐怖を抱くものから銀子は虫を見極めていくけど、この虫師という物語は1話ごとに、口承文学や古典文学の類型、医学や生物学の知識をモチーフに展開するんだよね。医師婚姻誕や異常誕生誕、
神隠し譚や呪的闘争譚といった昔話の王道から、予知夢、生まれ変わりなどオカルトの王道、果ては薬物中毒、アルビノ、認知症といった現実の諸問題が、虫に由来する不可思議な現象として人間の身に現れる。しかし、虫師の銀行が虫に対抗できたからといって、当の本人たちが円満に終わるかどうかは別問題。完全に鎖国したままの日本、と原作者が明言しているこの作品では、村社会や汚れ概念といった、昔ながらの風俗特有の問題も描かれている。だから銀行はたまたま訪れた場所で虫の現象を解決できても、逆に虫を通じて関わった人々に対しては、部外者であるため影響力が低い。虫師、という作品は、確かに神秘的な怪異の潜む古来の世界観ではあっても、むしろ物語の風呂敷は、いかんともしがたい人間社会の妙でできているんだ。そのため、話によってはかなり後味の悪い終わり方をするので、癒される、という言葉を鵜呑みにすると、心が削れるかもしれない。そういう感想は、大概物語自体ではなく風景とか音楽のことを指してるからね。一方で、出てくる虫の事象に対応した名前を持つ人々や、虫煩いと人々の心情表現が一体化している描写など、あくまで物語は、虫と人を分け隔てなく並ぶものとして扱う、どんなに質の違う存在であろうと、両者は生きていく上で問題を抱え、たまに道が交わることで互いの諸問題が解決する。そんなこともあるのだと、この作品は教えてくれるよ。1話完結型のストーリーは、金庫の旅路を追う形で進んでいく都合上、必然行く先々の村里の事情は違い、世界の季節も移ろうけど、1話1話の登場人物たちの行きさつは、その話のモノローグで大体どうなったか説明される。その代わり、作中全体で時系列がどう繋がっているのかは明確ではなく、変な話、原作漫画から順不動でつまみ食いしても問題にはならない構成の物語なんだ。これを意図的に利用して流れを再構築したのが、アニメ、虫師の特徴の一つ。虫師、1期目の第12話は、主人公銀行の過去が書かれる回が置かれている。物語の順番は基本的に原作に沿ってはいるのだけど、この12話までに関しては、それまでのシーンで描かれている銀行自身の心身に関する設定が、12話で開示される情報の伏線として機能するよう、物語の順序が一部変えられているよ。また、2期である虫師続賞の12話までは、監督を務める長浜博士が、1期12話までと物語の要素が対応するよう順序を決めている。その他、原作では連載終了後に書かれた特別編、ハム影が、2期までのつなぎとしてアニメ化されるなど、もともと持っていた構成の強みが存分に発揮されているんだ。構成要素の話であれば、背景美術も外せない。1話を見ただけでも、その凄みは火を見るよりも明らかだろう。何せ、虫師は2006年の第5回東京アニメアワードにおいて、テレビ部門で優秀作品賞を飾ると同時に、個人部門の美術賞も勝ち取ったほどだ。そんな本作の美術監督は、自分の美術制作会社の名前を、グリーン、にするほど自然を描くのが好きな、脇武史。企画書時点で背景が最重要、とまで明記されていたのだが、作中の小道具まで自ら手作りするほど辣腕を振るわれた結果、全編通してこの世と思えない絶景が書かれているよ。これが監督のこだわりで、美術設定を作らず、話数分のイメージボードから毎回書き下ろしているのだから驚きだ。加えて毎週新たな話に突入する虫師では、1話ごと個別に伝統色がテーマカラーとして設定されており、唯一継続して登場する銀行ですら、全く同じカラーリングは存在しない。色設定は可能な限り原作者のカラー原稿を参考に決め、時間軸や小物の詳細と、わからないことは逐一原作者に質問する徹底ぶりだ。しかし、絵作りに関するエピソードは、背景だけにとどまらない。虫師は一見動きが少なく、作画的には楽かと思われがちだが、実際には人の日常動作や自然現象といった、細やかな部分の労力が大きい。セルとデジタル処理が共存しているため、複製など仕上げにデジタルが入っても、アニメーター渾身の手書きアニメーションが、神羅万象にリアリティを出しているよ。自由気ままにうごめく虫たちの挙動もさることながら、日本のメディア芸術100選にも選ばれた、ハイクオリティをご覧あれ。そもそもこのアニメのスタッフ陣、猛者ばっかなんだよね。キャラデザと総作家はお邪魔女の馬越義彦で、その下の作家には遊戯王の鏡高弘や、
後にピンドラに関わる中村翔子、西井照美がいる。絵コンテや演出に至っては、現在の呪術廻戦で総作官を担う平松正に、長浜監督作品と縁が深い早乙女幸一郎、ナージャの五十嵐拓也、クロマティ高校の桜井宏明、あの花の長井達之、極めつけがレジェンズの大地秋太郎と間野明なんだから、詳しい人はこれだけで、実力者が集結しているとわかるだろう。だが、今作で初めて監督を務める長浜監督は徹底的な凝り性。アニメ的な付け足しは一切せず、しかしより世界観を立体的にする、という、強い信念のもとに、高スキルのスタッフたちが頑張った結果が本編だ。完成度と裏腹に外注が少ないことからも、妥協のなさが伺えるよ。この基本原作通りに、というスタンスは、脚本にも影響が強い。今でこそ、ジョジョ、など原作至上主義的な映像化も増えたが、2000年代でこのスタンスは全く一般的ではなかった。特に長浜監督にとっての今作の脚本は、細部まで理解するための、原作の攻略本、という位置づけだったんだよね。そのため、作画でも原作片手に、という作業が多い制作現場において、脚本のすり合わせも、一つ書き上がったものを脚本担当全員が読み、描写の解釈を論議して、意図を確認する段取りで行われたんだ。こうなると、声優の演技もよく聞くようなものではいけない。アニメだけに慣れている人間が無視を主張した時に、声優が下手ではないかという感想が結構見受けられるけど、それはこのアニメで求められた演技が芝居をやりすぎないものだったからだ。無視では本業声優のほか、老若男女問わず舞台俳優や子役も多いけど、特に子供は7歳以下のキャラを子役中心で担当し、それ以上の年齢層は声優が担当するようキャスティングされているよ。普通声優は声を張った華やかな演技が主だけど、キャラよりも世界表現に比重を置いたこの作品では余計な要素、より現実の日常会話に近い演技指導がされていたので、声優の熱演ばかりに耳が慣れていると、違和感を覚えるって寸法さ。だから演技の面では舞台経験が多いと楽に感じて、バリバリの声優ほどスキルの幅が試されるテクニカルな作品なのだ。これを追求した結果、アフレコは実に14時間程度を要したというんだから、地味なものだと侮っていると、お里が知れてしまうね。しかし、作品そのものはそんなことを全く感じさせない、ストレスフリーな完成度に視聴者を包み込んでいく。作業効率と過敏さが求められるアニメ業界において、無視とは、非常に物珍しいありさまのアニメだったんだ。作品についての推しが大体発散されたので、じゃあスタッフについてでも話すか。え今しがたスタッフの話をしていただろうと思ったそこのあなた、こりゃ作品とは関係ない話でね。実はこの無視し、一部の制作スタッフに、ある隠れた共通点があることが、今回の調査で判明したので、ちょっと聞いてほしい。本作の監督、長浜博士。絵コンテ担当の大地秋太郎と桜井宏明。脚本三人監助である山田由香、伊丹明、桑畑絹子、そして音響担当の田中和也。実は今挙げた彼ら全員、レジェンズ、蘇る竜王伝説の主要スタッフでもあるのだ。レジェンズとは、このシリーズでも取り上げた第一監督作品。この作品での長浜氏は、シリーズコンセプトという名の、絵から話からキャスティングまで関わる、縁の下の力持ちだったことが、大地秋太郎氏のツイートに明記されているのだが、レジェンズの放映期間が、2004年4月から2005年3月、対して無視の放映期間は2005年10月。どちらも最初は、同じフジテレビ放送。放送期間が被っているということは、つまり制作期間も被っているということだね。さらに、無視一期の制作には、株式会社マーベラスが、旧名のマーベラスエンターテイメントという社名で加わっているんだが、公式書籍の長浜氏のコメントでは、知り合ったきっかけに大地氏の名が挙げられている。こりゃあ、虫の仕業ですな。とまあ、こんな共通点が発見されたんだけど、これぐらいなら狭い業界にはよくあることだろう、と思いの皆様。これが結構シャレにならない形で影響を及ぼしているのだ。そう、キャスティングという形で。そもそも、主人公銀行を務める中野優斗は、レジェンズの仕事が初声優だったんだが、大地氏は後年ツイッターで、
大地と長浜がキャストを決めた、と明言している。銀子の声優自体はオーディションで決められたけど、この初挑戦で、中野氏の声だけに焦点が当たったからこそ、後の銀子役に繋がったんだ。ちなみに、最初期の段階で唯一決まっていた声優は土井美香で、これもまた、レジェンズに出演していた声優。さすがに有名になってから制作された2期では少ないけれど、無視し、1期では実に20人もの出演声優が、レジェンズにも出演していたことが、今回の調査で判明しました。これを踏まえると、1期16は暁の蛇が感慨深くなるんだよね。指名かオーディションかはまちまちだと思います。演技が難しいし。ちなみに、無視のアニメ制作はアートランドが担っているんだが、このアートランドというのは直前にギャグ漫画日和を作っておりまして、無視声優陣にはそのあたりの影響もあるのか、前田武史、内藤亮、矢部正人のおなじみトリオが大量のモブを演じています。たまにメインキャラもやるぞ。そして、上田裕二もサブキャラに抜擢されています。あんまり聞かない、渋めな味わいの抑えた演技をご堪能あれ。そうそう、音の面だと音楽や効果音も聞き逃せない、環境音が最も支配的である無視の限られた BGM を担当するのは、エキセントリック少年ボーイや晴れ時々豚の増田敏夫。飾り気が求められない本作は、既成の商用音楽フォーマットには収まらず、曲を作るというより、面白い音を収集する趣で BGM が作られているよ。また、アニメでは全てのエピソードごとにエンディングが別々に書き下ろされる、1話1エンディングという、珍しい試みが採用されているんだ。しかし、作曲者本人はどうやって作曲したか覚えていない、と供述しており、初体験の多さも手伝って、すっかり監督以上の原作ファンとなっているよ。そんな馬鹿されたようなサントラは、1期が虫の音、全、特別編1つ目と続章が虫の音、続、劇場版が虫の音、ケツ、と、バラ売りで発売されている。これらは現在も定価で買えて安心だ。全のサントラには、テレビシリーズの導入を務めたオープニング曲も収録。和の世界ではあるものの、一期では固定観念を与えないために、スコットランドのシンガーソングライター、アリー、カーの既存曲が使われているよ。続章はイギリス女性シンガーソングライター、ルーシー、ローズが起用されたが、こちらは残念ながらサントラではなく DVD 特典になっている。フルが欲しいなら、配信で買った方が早いだろうね。ところで、無視に関しては、音イコール音楽と一括りにはできない。公式書籍では、一般的な音響監督と音楽担当のほか、音響効果担当のインタビューも記載されている。これはいわゆる劇中の効果音を制作する用文で、特に虫においては虫から人間まで区別なく、動作や鳴き声など、生活音の録音に携わっているよ。作品の性質上、2日間山ごもりして雰囲気をつかんだという話もある。そんな主要制作スタッフほとんどの裏話と意図が丸分かりなのが、こちらのマストバイ公式設定資料集、虫試練綴り、だ。さっきから引き合いに出している公式書籍とはこれのこと。この一冊で、大体 CG と思われているものが手書きであったり、オープニング映像は一人の写真家が古典的な手法で作ったものであったり、1期26話に関して大概のことが理解できます。すごい、長浜監督が著者として講談社から発売しておりますが、原作者の全面協力により、アニメ現場とアフタヌーン編集部の脇合いっぷりすら丸裸。スタッフインタビューや原作者インタビューの時点で豪華なのに、前話に関する設定が、色彩、撮影、音響、声優コメントが寄せられ、原作者のカラー原稿とアニメキービジュアルが並び、長浜と馬越による連載レポート漫画まで収録の大ボリューム。とどめが企画提出から DVD 発売までの年表付きなもんだから、とにもかくにもこれを買えと、ファンの間では伝わっています。2014年から電子書籍でも発売されているので、今ではそちらが手に入りやすいかと。同じ講談社では原作未読向けのムック本、ムッシ、オフィシャルブック、もある。こちらは情報量では劣りますが、アニメの脚本担当が書き下ろした、オリジナル小説が読めるので、違う意味で貴重なものです。続章以降に関する書籍としては、劇場版のパンフレットなどもありますが、オフィシャルブックもパンフレットも、現在は中古でしか手に入らないので、コレクターを目指す人はインターネットを駆けずり回ろう。原作者のデビュー作でもあり、アニメスタッフにとっても、新たな経験を多くもたらしたアニメ、ムッシ
アニメ完結後も2015年に原作漫画の画集が発売になり、2018年に生演奏付き朗読劇が行われるなど、視聴者のみならず、スタッフの愛も深い作品と相なりました。マルチメディア化はイメージが改まる要因になりやすい中、監督の意向は原作をアニメに起こしたい、というもの。原作既読がアニメを見て、アニメから知った人間が原作漫画を手に取る、媒体を超えた再現性の追求により、この商業的構造すら、まるであちら側からこちら側へ、行き来しているように感じる。それこそが、このアニメで最も不可思議なことかもしれません。自然の一部を感じたところでまとめに入ろう。今回の推しポイントをオープン。同じ世界で麻薬の領域を生きる命の物語。原作理解を妥協せず構築された、風光明媚な世界観。性質と神妙を称える心臓の昔話。一つがたった20数分の映像のはずなのに、体感では5倍ほどの時間と情報に溺れていた気がする。そんな没入感の深い追体験ができるアニメです。とにかく見ていて落ち着く、第一印象が根強いですが、あまりに落ち着くので、理解が追いつかないまま終わることもしばしば、あえてここでは詳しく語りませんでしたが、ワンシーンだけで思考や情感を説明したり、名称が現象なのか生き物なのか混乱しやすい説明台詞が多いので、些細な機微を噛み砕けないと、非常に誤読しやすい物語でもあります。その点、アニメから入るとわかりやすいかもしれませんが、監督がぜひ原作も読んでみてください。と言っているので、ぜひ原作とも比べてみてください。多分一番監督が喜びます。ちなみに原作漫画の新作短編、3月25日のアフタヌーンに来るってよ旦那。監督が原作ファンかつ、徹底して原作以上のことをやらない。このアニメは、その一例かつ大成功例でもありましょう。そしてかような努力の結晶は、原作に通底する断りをも体現するのです。みんな、ただそれぞれがあるようにあるだけ。それではここまでのお相手は、ゆっくりレ夢ムでした。また次のアニメ推しで会いましょう。どうか、達者でやってくれ。帳が上がる。星をいただく。